はい、じゃあ、今回はですね、はい。中国の新疆ウイグルっていうのが、今の、政治の、はい。中国の、問題の一つとして、周りのはい。国々が挙げてるところなんですけども、はい。村上さん、このあたりの、政治問題とかっていうのは、今のところ、ちょっと疎いというか、はいすいはいはい。ません。なので、結構、昔からですね、ウイグはい。ルっていう、人たちの独立というか、自治国なんですけど、はい。そこに中国政府の中の、自治権を認めているところなんですけど、そこはい。に対して、中国の中央政府が弾圧をしているというか、そういうのは結構昔から言われてたんうん、ですよね。はい。なんで、私もウルムチとかね、そのウイグルっていうところはよくはい。聞いたことがあったんですけど、はい。で、私ここにちょっと仕事で行ってたことがあって、ウルムチはい。なんですけど、はい。でですね、仕事で行くとですね、インフラ系の仕事だったんですよね。で、はい。インフラといっても、一番簡単に思いつくのは道路とか、そういう交はい。通系のインフラだったりっていうはい。のもあって、あとは電力とかね、そうん。の電気ですよね。はい。で、通信のその携帯電話のね、そのネットワークとかそういうのもあるんですけど、そういうのをはい。含めてインフラって言うんですけど、その中の一つの業種で、中国に投資したいよっていうところがあって、私もいろんな中国の人たちを知っていて、その業種の人たちで、中国でかなりこの企業が中心的にやってるんだっていうような人たちも知ってるんですよね。で、その人たちに、はい。今後中国の動向ってどうなのっていうのを聞きたいはい。なと思って、で、はい。電話してみたら、今、大体いつもね、その人たちって上海とかベイジンとか北京ですかね、はい。にいるんですけど、今、ウルムチにいるんだっていう話になっおお、て、はい。そんなにいつも、ね、私もそんないつも来るわけじゃないだろうから、ウルムチはい。いるからおいでよっておお。言われて、なので、それじゃあ行く行くって、ちょっと待っててっていうことで、私、その時ね、ちょうどヨーロッパにいたんですああ、よね。はい。はい。で、じゃあどうやって行こうかなって思って考えてみると、ウルムチってヨーロッパに近いじゃないですか。そうですかね。うん、そうそう。なんで、北京まで行って、北京かはい。らウルムチ行くと戻ってくる感じああ、になるはい。んですよ。はい。なので、直接行けないかなと思ってたんですけど、ああるいはウクライナとかね、そのあたりで乗り換えてないあ、はい。かなと思ってたんですけど、それはなはいはい。くて、なあので、結局北京に行って、あ、はい。で、北京でちょっと一泊して人と会って、はい。で、北京だとね、空港から街中に入ってくるところの、はい。街中に本当に入るところぐらいに、北京ダックの、美味しいお店があって、ああ、そこそうなんでで、すね。いつもそこで食べてるんですけあど、そあ、こで、はい。北京で一泊して、で、はい。次にね、ウルムチに行ったんですね、次のはい。日に。で、はい。ウルムチっていう、こう、飛行機のその乗り口の写真とかってあるじゃないですか。こうはい。いう風な字を書くんですよ。はい。で、これどうやって本当に発音するんだ、ウルムチっていうのは知ってたんですけど、面はいはい。白いなと思っていそうですて、で、ね。北京からウルムチに行ったんですよね。で、はい。着いたらですね、結構やっぱ観光ですごくいい観光地っていう風に言っていはい。て、はい。空港に着くと、観光会社の人たちがみんなはお迎えに来てるんい。ですよね。で、へえ。我々が乗ってた飛行機の人たちってもうはい。みんな、観あ、光客で、へえ。はい。で、そのままもう、その人たちに連れられて、はい。観光地に行くみたいな感じだったんですよね。はい。はい。なんで、私もですね、中国もいろんなこう政治的な問題があったにしても、観光はするんだってう話を思っていん。て、はい。感じて、で、これだけ来るっていうことは、すごくいいとこなんだなっていうふうに思ってたんですよね。そうですね。はい。で、私はホテルに行って、で、その会わなきゃいけない人っていうのがホテルにはい。来てくれて、で、はい。その人もですね、彼はその漢民族なんですけど、その政治的なことに関していろいろ話をしてくれたんですね。ウイグルの問題っていうところで。はい。ただそこは、あんまり私もこの問題に関してはいろいろ、当然意見もあるし、私自身はい。もそんなに深く理解してるわけではないので、はい。そこは避けようとは思うんですけど、うん。でですね、お風呂が有名なとこがあるっていうんですよ。ウルムはい。チはね。はい。で、そこに行こうよっていう話になって、で、そのはい。人の車でですね、ちょっと覚えてないんですけど、40分とか1時間ぐらいかかったのかな。温泉があってですね。はい。
で、温泉、そのプールの写真ってあるじゃないですか。はい。これが温泉で、その内部の中の温泉もあるんですよね、同じ建物のところに。あ、はい。はい。で、行ってみたらですね、これがなんか本当に日本の温泉っていう感じで、こうはい。広間のところに、ものすごい広間の写真ってあるじゃないですか。はい。コインロッカーみたいなのがあって、はい。これね、私がインターネットで日本の道後温泉って私の出身のとこなんですあ、けど、はい。から取ってきたんですよね。あ、はい。で、これがね、もっともっと全然広いんですけど、ここはい。に中国の人たちが座って、こうはい。雑談しながらお風呂上がりとかでいるんですよね。へえ。で、もうまさに日本が一緒だ、同じことやってると思って、すごはいはい。い、これだけ離れていても、同じことなんだ、温泉があったらこういうことになああ、るんだなとそうな思って、すごいんですね。楽しかったんですけど、はい。いくつかね、街の写真ってあるじゃないですか。はい。で、まあ、本当に発展しているというか、これ多分ね、2012年ぐらいに行ってたと思うんですけど、はい。なので、まあ、いろんな噂は聞いてたんですけど、かなりはい。発展していうて、ん。生活する分には普通に、できるし、うん。いいとこだなっていはい。う思いがあったんですよね。はい。はい。でですね、お風呂に入って、村上さん、日本の銭湯とか、はい。スーパー銭湯とかそういうの行ったことあります？ああ、あります。マッサージチェアとかっていっぱいあるじゃないあ、ありますですか。ね。はい。あれがあるんですよ、また。あはい。で、みんながね、寝っ転がって、あ、はい。マッサージしてくれる人たちがマッサージしたりあとか、あ、はい。はい。あとね、耳かきもしてくれるんですよ。へえ。はい。いや、もう日本と一緒だというか、日本以上に心地いいなとか思って一緒ですよねと思ってたんですけど、本当に温泉もあって、食べ物もですね、街中帰ってきて、いろいろ連れて行ってもらったんですけど、はい。まあ、羊の肉とか結構多かったと思うんですへけど、え。美味しいしですね、観光地としては、今、中国の規制がどうなってるかなんですけど、はい。私が行ってた頃は、本当に楽しくて、まあ、自うん。由もあったし、はい。本当にいい経験だったんですよね。一つだけね、嫌な思いをしたことがあって、とはい。いうのが、そのマッサージのところで、はい。じゃあ、マッサージと耳かきとっていうような話になって、で、私はい。耳かきもしてもらったんですけど、はい。その担当の方がですね、はい。したくないっていうふうに話し出して、それはうん。その友人から、はい。通訳っていうか、で教あ、えてもはい。らったんですけど、はい。なんでかっていうと、日はい。本人だからっていう話になっあて、あ、はい。で、まあ、昔というか、一昔前は中国でもやっはい。ぱ反日うの教育ん。っていうのは結構強くて、はい。で、当時もですね、上海とか行くと、日系に対する暴動とかっていうのはかなりあった時期でもあるんですけど、うん、まあ、そうなんです。親日の人もいるし、まあ、はい。リベラルな人もいるっていう感じで、はい。そんなに嫌な思いをすることっていうのはあんまなかったんですけど、あ、はい。やはりこれだけ離れていて、当時はね、ほとんど日本人もいなかっただろうし、はい。そうするとやっぱそういう教育が根強くう残っていん、て、まあ、そうです。ちょっと嫌な、思いかなっていうところなんあですよね。あ、なので、まあ、はい。私がまあ思ったのは、やっぱりいろんな、まあ、過去のね、マイナスの事項っていうのは結構あったりとかして、さらにはい。日本に対する教育とかっていうのもあると思うんですけど、まあ、そういうのもね、乗り越えて、まあ、政治は別として、今もね、政治の対象としてはい。話題になってますけど、経はい。済的にはね、もっともっと仲良くして発う展ん、していくといいなっていうのがね、そうですね。ここに我々まあコンサル会社ですけど、はい。まあ、経済的にもですね、まあ、いろんなややこしい状況を、我々を介することでうまく回していくっていうのは結構あるんですよね。あ、なのでまあはい。今はなんか敵同士なんだけど、はい。まあ、将来的には仲良くやっていく可能性っていうのはいくらでもあるし、まあ、政治うん、的にもそういうところはあると思うんですけど、はい。まあ、そういう役割って我々結構重要だなと思っていて、はい。で自分自身でもねやっていて、魅力あるというかですね、まあ、我々がやっていかなきゃいけないし、それにはい。対して恩恵を受ける人たちも結構多いんで、はい。私の中では、まあ、あんまりなかなかやりにくいんで多くの人はやらないと思うんですけど、はい。大事なというか、うん、我々が出せる価値としてね、
はい。やっていかなきゃいけないなというところなんですよね。まあ、はい。なので、いろんな問題ありますけど、うん。まあ、経済的にはね、お互いはい。経済協力すれば、そこはうまく回るはずなので、はい。で、その他の問題はもう政治家に任したりとか、そういうとはい。ころで、いろんな、まあ、本当に観光に行くのもいいところだと思いますし、はい。経済もね、これはい。だけある程度も発展しているので、はい。いろんな投資としてね、見ていけばいいのかなと思っうん。てます。はい。はい。まあ、皆さん仲良くしていきましょうよというおそうで話です。すね。はい。はい。